ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はフェンリクよ。彼は AE で追加されたコンテンツ万人の鎧セットで追加された死体よ。スカイリムといえばバグが多いゲームとして有名だけど、中には裏技として愛されているものも多いわよね。そういった裏技は本来プレイヤーしか使えないものだけど、彼は NPC の中で唯一のある裏技の使い手よ。それじゃあまずは彼が使ってる裏技とは何なのかを見ていくわよ。始まるよー。フェンリクは片手武器を得意とする重装戦士よ。装備や戦闘スタイルからは想像しにくいけど、実は彼は吸血鬼よ。彼にハルコンの剣を持たせると、この通り吸収効果が発動するわ。ハルコンの剣で吸収が発生するのは吸血鬼だけだから、彼は間違いなく吸血鬼よ。普通の吸血鬼は破壊魔法で戦うのが基本で、武器攻撃はマジカが切れた時しか行わないのだけど、彼は破壊魔法を覚えてないから、多分唯一の近接戦闘専門の吸血鬼よ。吸血鬼なら絶対覚えてるはずの吸血鬼の吸収すら覚えてないし、霊気耐性や炎弱点といった吸血鬼に備わっている特徴がことごとく欠けているわ。ウェイターの紹介動画で吸血鬼の銃とは自動回復するという話をしたけど、吸血鬼は太陽光で弱体化するから日中の屋外では自動回復は止まってしまうわ。自動回復するという吸血鬼の特徴はフェンリクも持っているのだけど、彼の場合は太陽光による弱体化を受けないから日中の屋外でも自動回復が止まらないわ。これはわかる人はわかると思うけど、裏技で吸血鬼のデメリットを消したプレイヤーと全く同じ状態よ。プレイヤーが裏技を駆使してたどり着ける境地に唯一たどり着いた NPC、それがフェンリクよ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがフェンリクのステータスよ。裏技の使い手とか期待させるようなことを言っておいて申し訳ないのだけど、別に彼は強いというわけではないのよね。まずパークだけど、残念ながら一つも取得してないわ。申し訳程度に素人魔法を覚えてるけど、盾を安定して装備してくれなくなるから、この程度だったらむしろない方が良かったわ。最大レベルが30と低めだから、体力などのステータスも相応に低くなってるわ。得意スキルがたくさんあるけど、これらのスキルが平均的に育つから何かに特化した NPC と比べると同じレベル帯でもスキルレベルは低くなってしまうわ。ただ全身重装備だし重装の適性もあるから防御力はどちらかというと高い方よ。種族は吸血鬼だけどさっき言った通り霊気耐性も炎弱点もないわ。ただし毒耐性は持ってるからそこは非吸血鬼より得してる部分で、日中でも体力が自動回復するのは大きなメリットなのだけど、残念ながらそれ以外のステータスは平凡としか言いようがないわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。万人の間に万人狩る設定の手紙が落ちてるからこれを読むと、汚れた万人のクエストが開始されるわ。クエストを進めるとドーンスターの住人を調査するパートに入るのだけど、水銀鉱山の奥のスイッチを押して隠し部屋に入れば、過程を飛ばしてクエストを進められるわ。あとは隠し部屋でフェンリクを倒せば彼の死体が手に入るわ。彼の死体はどれだけ日数が経過しても消えることはないから、保存のために保存アイテムを持たせる必要はないわ。今回の調査中に気づいたのだけど、データによっては万人狩る設定の手紙が出現しないことがあるわ。このバグの発生条件だけど、万人の間が崩壊する前に一度でも中に入ってしまうと、崩壊後に訪れても手紙が出現しなくなるみたいで、万人の間が崩壊する前でも手紙は落ちてるから、崩壊前に読むか、崩壊まで万人の間に入らなければこのバグは回避できるわ。そんな装備で大丈夫か？フェンリクは決して強いというわけではないのだけど、自分で鍛えた装備を渡すタイプの資料術師にとっては利用価値が高いかもしれないわ。銃とは従者のように自由に防具を付け替えたりできないのだけど、もともと装備してた防具なら富士や鍛造してから渡してもちゃんと装備してくれるわ。体力上昇装備を渡せばどんな銃とも簡単には死ななくなるのだけど、もともとの最大体力以上のダメージを受けた状態でファストトラベルすると、死体に戻ってしまうわ。だからどんなに体力を上げたところで結局手動で回復しないといけないのよね。
だけどフェンリクの場合は自動回復するからそういう手間をかける必要がないわ。全身に防具を装備してるからその分多く富士効果を受けられるし、破壊魔法を使わないから渡した武器を素直に使ってくれるのも他の吸血鬼にはない利点よ。渡した装備が強ければ死体のステータスが低くても問題にならないし、富士ではどうにもならない自動回復を持ってることの価値は相対的に高くなるわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はフェンリクについて紹介したわ。デメリットのない吸血鬼というこれ以上ない得意な体質をしているのだけど、死体そのものの性能は高くないからそのままでは使い物にならないわ。だけど装備を自作するタイプの資料術師にとっては替えの利かない個性の持ち主だから、見方によってはポテンシャルの高い死体と言えるかもしれないわ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。